どうも皆さんこんにちは、アキラです。ダヴィンチリゾルブのね、プラグインを作りましたので、今回は無料で皆さんにね、公開したいと思います。いやーこれね結構いいのができました。で、もうすべて無料でね皆さんにご提供できればなというふうに思っております。僕自身もねダヴィンチリゾルブユーザーとしても6年以上ね、活動っていうか愛用していて、で3年ほど前にねダヴィンチリゾルブの認定トレーナーにもね、ならしていただいて、でそこからねいろんな活動をしてるんですが、最近ですねビジュアルパークというねオンラインショップを立ち上げて、ここでねいろんなプラグインをね販売開始したりとか、いろんなねダヴィンチリゾルブで使えるこうノード情報をね提供するパワーグレードパックをね作って、それらをね提供したりとか、結構いろんなねこう活動してきたと思うんですけど、今回はですねこちらゼロベースパックというものをね作りましたので、これをねもう無期限に皆さんにね無料で提供できればなと思っております。でこのプラグインはですね5つのねエフェクトトランジションが入っているものでして、もうまさにゼロからダヴィンチリゾルブをね始めたいという方に向けて、こういった機能あったらすごい便利なんだよなみたいなものを凝縮した5つのねものになっています。でこのゼロベースパックというのは何もこう初心者向けだけではなくて、普通にダヴィンチリゾルブをお使いのユーザーにとってめっちゃありがたいものだと思うんですよ、僕の中では。これに関しては普通に僕たちがこういったものあったらいいよねっていうところから作ってるものになりますので、だからこう初心者の方はもちろんなんだけど、普通に編集業務のね手助けになると思うので、もうよかったらねダヴィンチリゾルブユーザーの方は皆さんもう全員ダウンロードしていただきたいなというふうに思っております。でそしてですねこのゼロベースパックはですね、なんと iPad 版と無料版のダヴィンチリゾルブにも対応しています。はい、ここもねしっかりと対応させていますので、無料でねダヴィンチリゾルブをお使いの方、そして iPad のねダヴィンチリゾルブをお使いの方、そして英語版も用意しています。なのでこのアキアムービーをね見てくださってる海外のねたくさんの視聴者の方々もお使いいただくことができますので、ぜひね皆さんダウンロードしていただければなと思っております。でですね、この動画をね見てくださってる方限定でですね、ビジュアルパークのねプラグインの専用クーポンをねここだけで発行しておきますので、もしですねこのゼロベースプラグインを気に入っていただければ、ぜひですねこのクーポンをご活用いただいて、ビジュアルパークのね他のプラグインもねぜひお買い求めいただければすごくね嬉しいなというふうに思っておりますので、こちらもねどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでね、早速このゼロベースパックプラグインがねどういったものがあるのか、全てね皆さんにご紹介できればなと思っております。ではそしたらまずはインストール方法からねご紹介できればと思います。まずビジュアルパークでね初めての方はね新規登録する、もしくはログインをしていただいて、ゼロベースパックをねカートに入れて購入してください。これ0円なのでカード登録も必要ありません。でそしたらねダウンロードができるようになりますので、そのダウンロードボタンを押していただくとPC にね入りますよね。でそしてダウンロードされたファイルがねこういった形になっています。 DRFX というね形になっていますので、これをそのままダブルクリックをしてあげてください。そうするとですねダヴィンチリゾルブがね立ち上がる、もしくはこういった表記が出るので、これでオーバーライト、僕はね今これもうすでにあるので、上書きしてあげればいいんですが、ない方はインストールというねボタンが出てくると思うので、これを押してあげてください。もうこれだけでねインストールが完了します。めっちゃ簡単でしょう。で iPad をお使いの方はですね少し変わってくるんですが、ダウンロードした DRFX ファイルをですねファイルアプリのこの iPad 内にあるダヴィンチリゾルブフォルダーの、フュージョンから、テンプレートフォルダーに対して、これをね入れてあげてください。それだけでアクセスをねすることができるようになって、エフェクトとトランジションの一番下のところあたりに、全てね表記されるかと思いますので、これでねインストールをねしていただければなと思います。一応ねビジュアルパークのねサイトはこんな感じになっておりまして、ここにねプロダクトを見ていくとねこんな形で展開されています。でプラグイン自体はねここにありまして、先日出したメガフォントパックですよね。これはねもうザ YouTuber 向けのねもうテキストをねバンバンバンといろんなねおしゃれなものにできるやつとか、これら結構デザインにはねこだわってますので、もうサクッとこれらが入るし、トランジションとかエフェクトもねたくさん含めていますので、こういうねテキストを光らしたりフラッシュインさせたりスライドとかね、めちゃめちゃ万能なねものがある。これダヴィンチリゾルブ結構弱かったじゃないですか。これをねもう全てまとめていたりしますし、あるいはシャッターパックっていうねプラグインも作ってまして、これ何かというと、カメラでねこういったカメラで撮影した写真データっていうのは全てねEXIF データっていうものを持ってるんですけど、それをね自動解析して自動で展開していくようなものになってます。こういったカメラ情報、レンズ情報っていうのを自動でねここに出して、でこんなおしゃれなねデザインを勝手に配置してくれると、結構やばいですよね。これ他の編集ソフトにもねまず全然存在しないね結構えぐいプラグイン作っちゃったんですけど、でもちろん縦動画にもね対応しているので、 4K でもフル HD でもいろんなタイムラインにもね対応していて、
で、ここにアニメーションがね、ありますので、トランジションか。はい、こういったものもあるので、ぜひね、これもかなりいいと思いますので、見てもらえたらと思います。で、他にね、カラーズの中では、結構色編集に対するものですね。ラットとかプリセットとかパワーグレードっていうね、パワーグレードに関しては、これはダヴィンチリゾルブで使えるカラーの濃度情報ですね。僕がね、結構映像業務でも頑張ってね、色の編集してるので、これをね、こう、ある程度道を作って、こうやっていけば結構いい世界観になるよっていう、僕の普段のね、もう6年ぐらいで培ったね、カラーシステムをここに詰め込んでますので、しかもラットもついてるしみたいな感じで、結構ね、本当にこれは傑作というかね、めちゃめちゃいいプロダクトだと思ってるんですけど、こういったものもあったりしますし、あとですね、サンプルっていうものもあって、これは全て無料になってるんですが、僕たちいろんなね、カメラをありがたいことに使わせていただける機会が多いので、そのね、カメラで撮った写真とか動画データを無料でダウンロードできるようにしています。直近だったらキヤノンのね、パワーショット V1 とかで撮った実際にね、僕たちが撮った写真とか動画データをそのままローデータとか、あるいはログデータをね、使うことができるので、買う前に実際のね、色味どんな感じなのかなとか、ノイズの感じどんな感じかなとか、パソコン編集できるかなみたいなとか、そういったものをね、確認していただくことができたりしますので、こういったものもね、展開していますので、たくさん結構ありますので、ぜひですね、ご活用いただければ嬉しいなと思っております。それではですね、お待たせしました。ここからね、ゼロベースパックのね、プラグイン紹介していきたいと思うんですが、まず1つ目ですね、ズームエフェクトを作りました。これマジで便利だと思います。はい、ちょっと見てみてください。まずですね、インストールしていただくと、ツールボックスのね、OpenFX とかの中にですね、ここか、はい、エフェクト欄とかがあると思うんですね。ジェネレーターとかビデオトランジションとか。で、ここの今回エフェクトのこのビジュアルパークっていうね、フォルダがあると思います。で、これを展開すると、はい、ゼロベースパックのね、ものにアクセスができます。で、このズームエフェクトですね。これをね、使っていただきたいんですが、これね、調整クリップを使った方がね、めちゃめちゃ柔軟に使えます。なので、調整クリップをまずは1個引いてあげてですね、それに対してズームエフェクトを入れてあげると。そうするとですね、これで、わかります？ズームすると。で、アウトすると。めっちゃ良くないこれ。だから何か強調した時にバンって言ったりとか、例えば今みんなに言ってる時に、こうやってこのカメラがね、みたいな時のとかに、ここにね、ズームしてあげて、で、その調整クリップのお尻を決めてあげれば、ズームがね、戻るんですよね。なので、この調整クリップ、はい、これぐらいでもいいし、こうやって短くしてあげると、ですぐ戻るみたいないけるし、なんならレイヤー重ねれます。どういうことかというと、これオプションをしながらね、上にすると複製できますよね。で、これで例えばずらしてあげると、ズームしてズームすることができるんですよね。で、これお尻をこの辺にしておけば、ズームしてズームしてズームして、でそこからある程度経ってこの2つ両方を戻すことができるんですね。でしかもこのね、もちろん拡大率をどこまでするかとか、ピポットでですね、その位置とかをね、決めることができるようにしていますので、ちょっとすいません、僕のね、顔ばっかなんですけど、はい、こんな感じでやってあげると、こういう風にそこに向かってやることもできるし、でさらにね、このモーションブラをねつけてね、ちょっとアニメーションかけてあげたりとか、あとイージーイーズ、このギュインっていうやつとかもこのリニアにねしてあげたりなしにすることもできるので、こうやったら普通にこうまっすぐ行くだけみたいな、あるいはさっきのイージングとかにしてあげると、こうかな、はい、こうしてあげるとこうギュインっていう風に、ちょっと言語が難しいんですけどできたりしますので、いやこれ結構本当にねいいの作れたなと思ってて、例えばこれダイナミックズームとはわけが違うから、こういう風にダイナミックズームを使えばね、こうやってゆっくりと前に行かすことはできるんですが、その間ずっと動いてるんですよね。それとはまた違って、こうバンとズームさせて終わったら引くという風なことができたりするので、これね本当にいろんな方にねお使いいただけるんじゃないかなと思っております。ということで続いて2つ目いきましょう。次が移動アニメーションです。これもねなかなか使えるかと思うんですけど、例えばこういった YouTube 映像をね使ってる時に、編集してる時にですね、何かしらのこうね表示させたいものが出てくるとするじゃないですか。僕のインスタこちらですとか、それこそビジュアルパーカーこちらですみたいな、そういった時とかにも使える、いろんなところで使えるんですけど、これに移動アニメーションを入れてあげるだけでですね、これ出てくるんですよ。はい。でこの移動量っていうものを今ちょっと来すぎなんでこんぐらいにしてあげる、それでここまでに出てくるみたいな形にもできたりしますし、あるいはこのクリップトランスフォームでねこっちにしてあげれば、この速さをね保ったままギュインと出てきたりするし、あとサイズとかもね
決めれたりだとか、あとはね、もちろん、マスクをね、着ることもできたりするので、こういった風にやったりすることもね、もちろん全然できるようになっています。幅とかね、調節したりだとか、はい、こんな感じで、結構いろんなね、調整も可能になっていますし、あとは、左から右へなのか、右から左へなのか、こっち側にね、出すこともできます。でね、ちょっとこのね、媒体であればね、ちょっとこんぐらいにしておいた方がいいと思うので、こうやってあげると、こうやってできるし、逆に横長のものとかであれば上から下とかにもねすることができますので、こんな感じでちょっとクリップが今悪いんでこうなってますけど、はい、結構ね使い方は無限大にあると思います。いやこれどうですか？結構良くない？本当に。で全体コントロールもねここで行うことができますので、全然浮かした感じでねやることもできますので、画面いっぱいいっぱいだけじゃなくてこういう風にやったりすることもできたりしますし、でこのアニメーションのイージングとかリニアにすればもうまっすぐ出てくるだけにもすることもできるし、イージングが、デフォルトでなっているので、この辺もねいろいろ変えることがねできたりしますので、こんな感じそっとサクッと出てくるとかね、でサクッと帰らすとか結構ね決めることができたりしますので、これももちろんクリップのね幅に対してなんで変えてきますめっちゃ便利でしょこれはい、なのでこれもねぜひご活用いただければなと思っております。はい、というわけでね続いて3つ目いく前にですね、少しね、今回の動画のねスポンサーをご紹介させてください。今回ですね MotionVFX というね、プラグインサイトの、紹介をしたいと思います。皆さん MotionVFX ご存知でしょうか？僕のチャンネルでねかなり紹介しているので、知らない方そんなにね多くないのかなと思うんですけど、はい、こんな感じの、プラグインをね、販売しているようなサイトになっています。海外のサイトですね。で僕もねダヴィンチリゾルブの、MotionVFX のプラグイン本当に多く使っています。でここでね学んだこととかいろんなねこうね編集経験があって、よりね日本人向けに今ねビジュアルパークでも作ってたりするんですけど、この MotionVFX のこうプラグインっていうのは本当に品質が高いです。かなりね商品の数も多いですし、何個か買えばね割引があったりとか、ファイナルカットプロ、ダヴィンチリゾルブ、アドビのプレミアプロ、アフターエフェクトとかね結構本当にねバリエーション豊かにあります。でここのねサイトの、プラグインも全て買い切りになっていて、ビジュアルパークと一緒ですね。追加でサブスクでねお金がかかるみたいなことは基本的にはありません。で結構ねもう僕たちじゃなかなか作れないような本当に高品質なねものがとても多くてですね、例えばこの M ミュージックビデオとかですね、僕もすごく好きなシリーズではあるんですが、こう一個ずつ見ていくとねこういう風に深掘っていくことができて、ここのトレーラーを見るとこれで大体どういったね編集ができるかっていうのがここで一目でね分かったりします。こういったエフェクトだったりこういったタイトル出しとかすごいかっこいいですよね。はい、こういった形でちょっとこう VHS 用のねフィルムのようなねこうデザインをしたりとか、めっちゃかっこいいですよね。これ多分新作だと思うんですけれど、こういった形のかっこいいねものができたりします。でダヴィンチリゾルブのチュートリアル動画もねここに埋め込まれておりますので、使い方をしっかりと確認をねすることもできるようになっています。はい、で下に何がねできるかっていうのがざっとこうあるっていう形ですね。でこの場合だったら109ドルになりますので、日本円で1万6000円ぐらいかなで購入することができて使うことができるといった形ですね。で本当にねめちゃめちゃあるので、どれをね購入してもすごく満足度は高いと思うんですけど、特におすすめなのがこちらですね。僕が出てきたんですけど、 2,3 年ぐらい前に MotionVX さんとこういろんなコラボをさせていただいた時に、僕のねもうおすすめ5個みたいなプラグインをねもうセット販売ができるようになってるんですよね。でこの5つの中の2つを選んだら 10% オフだし、もう5つ全部を選んだら 20% オフでね購入することができるんですけど、ここには結構僕の一押しのプラグインたちがあります。 M ミュージックビデオ MV 風のやつとか、こう旅行系で使えるね M ジャーニーとか、あとはズームトランジションとかタイトルとか、YouTube 系のやつとかめちゃめちゃねいろんなものがあるので、これもねぜひチェックしていただければなと思っております。でですね、その MotionVFX でどういったねものができるかというところなんですが、 MotionVFX もこういった形でインストールされます。こんな感じで僕もめちゃくちゃいっぱい買ってねたくさんあるんですけれども、こういった形でいろんなものをね使うことができるんですね。でブラズームとかね、ブラディゾルブとかね、本当にいろんなものがあったりします。で僕がねすごくいいなと思うのが MotionVFX はねやっぱタイトル系ですね。この辺の M ミュージックビデオとかのこういったおしゃれなねデザインのやつとかが僕はすごい好き。僕これね実は YouTube のエンディング動画で使ってるのを気づきました。これMotionVFX のやつとか、あとねこういったこうクレジット表記とかしたい時とかにもうこうやって
出すことがね多かったりするんですけど、こういったものもね使ったりするし、で他にもね MTuber っていうものがあって、これが結構ね YouTube クリエイター向けになってたりするんですけど、なんかこういった、YouTube のサブスクライブをねしてもらうためのこういったねこうコールトゥアクションであったりだとか、自分のこうプロフィールをねおしゃれに出すことができたりするんですけど、こういったものですね。でこれも Facebook であるのかとか Instagram とか結構ねもう埋め込まれていて、いろんなものを使うことができます。でこのドロップゾーンフレームですね、これですね、アバターコントロールか、これが要は自分のねプロフィールにしてあげるんですよ。例えば自分のねやつを開いてあげればこういった形で出ます。で大きいのでちょっとスケールサイズを変えてあげればこれでどうでしょう。もういいよね。でここをチャンネル名空き家ムービーとかにしてあげて、で、肩書きがもしあればなんかこうディレクターとかね、こんな感じでサクッと作ってあげて 4K にしてあげれば、これでもうアニメーションがこんな感じで出ると、ちょっと今バランス悪いか、こんなもんがいいかな。どうでしょう。こういったことがサクッとできるようになってますので、こんな感じでねいろんなものがあったりしますね。僕はやっぱタイトルとかでよく使うかな。他に実際よく使うもので言うと M ジャーニーかな。これマジで使いやすい。旅行系とかでね僕本当によく使うんですけど、例えばこれとかやね、こういったものがあるので、こっからここまで行きますよとか、マップを開いてあげたりとかねしてあげて、こっからここまで移動しますよ、日本から US で行きますよみたいなアニメーションを作ったりとか、あと僕ね結構 Vlog にも載せてるんですけど、こういった位置情報をね出したりしますね。それこそドバイに行った時の Vlog とかもね左上にずっとついてたと思うんですけど、こういったもので今ここにいますみたいな感じのちょっとおしゃれじゃないですか。見てる人もね調べるのがすごい楽になったりとかで、結構ねやっぱこういったものがあるだけでおしゃれにも見えるし、こう情報のね密度も動画の中で上がってきたりしますので、非常にねいいんじゃないかなと思います。っていう感じで、ちょっと今回ねざっくりいろんなものをね紹介してみたんですけど、あえてね映像ジャンルって結構いろんなねものがあるので、皆さんにとって最適なものがきっとあると思いますのでね、何か困ったら編集のクオリティが物足りないなって思ったらすごくね使うのがおすすめです。僕も本当にね見ていただいた通りめちゃめちゃ使ってますので、僕の中でもプラグインサイトでは一番ね強いというか、一番こう信頼できるかつ高品質かなと思うのが MotionVX なんで、当たり前すぎて僕の中でのこう仕様がなんでちょっとこう特別驚きで紹介するってわけではないんですけど、めちゃめちゃいいので本当にぜひね使っていただければなと思っております。ということでね戻ってきまして、続いてね3つ目いきたいと思います。次が画面分割エフェクトですね。これねめちゃいいと思う。全部それ言ってんねんだけど、このゼロベースパックのこれですね、画面分割っていうのがあって、これね、例えばなんかクリップをね、2個同じね、面にこうポンポンって並べたいときにすごい使えます。これ1個下に置いたものに入れて、上のものにも置いてあげると。で、ここ左右とあるので、これを押してあげれば分割できます。めっちゃ楽じゃない？一応ダヴィンチにもねやれる機能はあるんですけど、もっと直感的だと思います。でこれのねおすすめっていうか、すごく気に入ってるところが、枠線とかね丸みをつけれるというところですね。使い方としてはもうこの右左でまず位置を決めることができて、なんでこれがねちょっとわからへんけど、右左でねこれで位置決めれるし、でこのマスクのねサイズをまずね決めることもできたりしますと。で角の丸みですね作ることもできます。枠線の太さ濃さ、カラーをね変えることもできるようにしています。で境界線をねつけることができるんですよ。なので例えばこの両方の枠線を消してあげて境界線だけを出すということができたりしますので、こうやってあげればちょっとこう比較的な形で見ることができたりしますよね。でこの全体コントロールというのでここのね、大中小とか決めることができて、でそのまま、これをねマスクの幅をね増やしてあげればこうやって出すこともできたりしますね。でこのクリップのみ、要は中身のみの場所であったりとか位置とかもしっかり変えれるようにねしておりますので、こういった形でやってあげれば、でこのアスペクト比も一応できるようになってます。回転とかもねできるようになってますので、本当にこのなんやろな、画面を分割させてこう表示させたい時って結構あるじゃないですか。こんな感じとか、にめちゃめちゃ役に立つと思うので、この分割エフェクトをぜひね使ってみてください。特にね僕たちカメラ系の YouTuber ってねこうビフォーアフター並べたい時多いと思うので、こういったものでねサクッとやってあげるとめっちゃいいんじゃないかなと思います。でずっと言ってるね、年内でもう1個出したいプラグインがあって、それのね本当にめちゃめちゃいいものが作ってるんですけど、それだとこの分割を横左右だけじゃなくて上下にもできる、かつ2分割3分割4分割5分割6分割まで今用意しているので準備中なので、めちゃめちゃね使いやすくなると思いますので、ぜひねこちらも使っていただければなと思っております。
はい、ということで皆さん続いて4つ目いきましょう。4つ目5つ目がねもう結構似ててトランジションになるんですが、ちょっとこれ見ていきましょうか。まずビデオトランジションの、ビジュアルパークの中のゼロベースですね。でここにズームトランジションインアウト両方とも用意しました。なのでこれちょっと見ていくとですね、例えばなんかねクリップがあって、可愛い僕のワンちゃんなんですけど、例えば引きの映像からちょっとよりのね、もうちょい言うとこか、このぐらいの映像にね変えたい時とかにこのズームトランジションをねこの間に入れてあげるとですね、はい、これでズームインのね、アニメーションを使うことができます。トランジションですね。どうでしょう、おしゃれじゃないですか。めちゃめちゃちょっとね、今これまだベータ版でね、ちょっとこのミラーがね反転が見えたりするんですけど、これねもう皆さんにお届けするやつは綺麗になってると思うんですけど、このズームイントランジションをね使うこともできますし、で逆にズームアウトもね、はい、使うことができますので、これでズームアウトこんな感じでね、おしゃれでしょ。はい、こんな感じでできたりしますので、もうズームインもズームアウトも両方とも、デフォルトでね使えるように、含めておきましたので、一応ねこのブラーのねこのモーションブラーとかもオフにできたりしますから、はい、好みでつけていただいたらいいと思うし、品質とかシャッターアングルとか、ちょっとこの辺難しくなってくるんで、カーブとかリニアとかも一応あるので、インアウトのねアニメーションの選択肢も結構、ここにも含めておりますので、若干ねこの辺人によって難しいかもしれないんで、この辺はねデフォルトで綺麗に見えるようにねしておきましたので、まだこういったズームトランジション持ってない方はぜひね使っていただければいいんじゃないかなと思っています。結局僕の中でね結構こういうシンプルなものの方がなんか使いやすいし、プラグイン使ってんなこの人みたいな感じにあえて見えないのかなと思ってて、こういったものがあればいいなっていうところを込めて今回ね作らせていただきました。はい、ということで皆さん今回いかがだったでしょうか。ゼロベースパックをね今回リリースしたので、これをねちょっと皆さんにもう無料でねご提供できればなと思っております。すべてねビジュアルパークからもうすでにダウンロードが可能になってて、僕たち本当にこのビジュアルパークに対してもうめちゃめちゃ今本当に本気で向き合っているので、ありがたいことにねシャッターパックと、メガフォントパックも本当にたくさんの方に購入いただきました。何百人なんですけどものすごい数ですよ本当に。ですごいありがたい限りだし、そのねこう資金というかそのこう皆さんの応援でもっともっと便利なねプラグインをたくさん作って、日本ユーザー向けにもねたくさんこうプラグインを展開できればなと思ってますので、引き続きね応援していただけるとすごく嬉しいなと思っております。で今回この動画をね見ていただいた皆さん限定で、スペシャルクーポンをね発行しておきましたので、こちらぜひねチェックしてください。これをね使っていただくことで、プラグインのね購入時に割引がね適用されるかと思いますので、ちょっと併用はねできないと思うんですが、ぜひねこの動画を見てくださった方、そして気に入ってくだされば、有料のね他のプラグインとか、あるいはラットプリセット、パワーグレードとか、ここだけの話ね今年だけでもう倍になる予定なので、本当にねたくさん展開予定になってますので、ぜひね楽しみにお待ちいただければなと思います。ということで皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。